皆さんこんにちは。西洋苔園の苔見沢です。今日は苔テラリウムのリメイク動画を、お届けいたします。こちらは高野の万年草の苔テラリウムのボトルです。半年前ぐらいにちょっと仮に作ったような状態のテラリウムでしたので、改めて今回、長く持つように、作品として作り直しているところです。で、半年ぐらい経つとですね、このちっちゃい株からも芽が出たりとか、巻き苔のような状態をしていたので、巻き苔から芽が出ているような、そういう状態にもなってました。でこれ見てもらえれば分かるんですけれども、ちょっとソイルがこの、アクアリウム用の、黒い粒々のソイルだったりするので、これだとちょっと長く持たないので、今回長く持つようにですね、苔テラリウムとしてリメイクしているような状態です。こちらも、ちっちゃい、株からですね、一次系からこのように二次系が芽を出しています。これもそうですね、ちょっとこう切れ端のようなものも入れていたんですけれども、芽が出ています。こちらも仮に置いていたような状態だったので、もう石もグラグラですよね。これも作り直していきます。はい、そしてこれが水苔です。水苔もすごく好きな苔で、この水苔単体で、結構他のボトルにもですね、育成してるんですけれども、今回この容器を使いたかったので、まずはこの水苔さんをちょっと違う容器にお引っ越しというのをまず最初にしていきます。で、適当な、化粧砂の入ったですねボトルに入れてます。これが、ベンレートですね、消毒です。必ず苔テラリウムを作る際、最初にこの消毒剤を入れてカビのトラブルなどをですね防ぐようにしています。はい、今水苔を出して石はがっつりそのまま使うというですね、はい、そんな感じです。でこれ水苔を置いているんですが、ちょっとここで失敗をしましてまた戻します。なぜかというと、ベンレートをしてなかったからでございました。はい、で改めて水苔をただ置いていくと、これもだいぶ上に伸びてきている新芽が多いので、それを下に向けないようにですね、そのままの形で移植できるように植え付けております。これはまたこのまま置いて増えていくのを待っていきたいと思います。上にわーっと伸びるので見ていてとても勢いがあって楽しいですね、水苔も。続いてこちらも半年ぐらい前ですかね、もみじのちっちゃい株とヒノキ苔を入れた苔テラリウムだったんですけれども、ちょっとあまり状態がよろしくなかったので、これも作り直します。このもみじもまだ、元気じゃないんですけども、死んではないので、またどっかの作品でですねこれも使いたいと思います。ヒノキ苔も一応退避と。でこの中の砂などは外に捨てていきます。これはですね細葉オキナゴ系2年目ですね。半年以上経ってますが、コロニーがわっと盛り上がってとても綺麗でお気に入りの作品です。はい、ではこれで容器をまずはピカピカにきれいにしていきます。で、水垢とか白いこびりついた汚れはこの全酸クリーナーでですねきれいに落とすことができるので、皆さん、買ってみておくと良いかもしれません。でピカピカに磨きました。結構この作業が重要ですね。ガラスのボトルをかなりきれいにやっぱり保っておくと、美しいですよね。そしてまずは基本のソイルを入れていきます。で、水でちょっと固めるんですけれども、苔テラリウム作るときにですね、あまり実は霧吹きで水をあげるのはおすすめしません。容器が、水でわーっと汚れてしまうので、水差しがいいですね。後でまたご説明します。はい、このように拭かないといけなくなるので、水差しの方がおすすめです。そして、石を移植してみたんですけれども、ここでまたちょっと失敗に気づきました。
そうなんですね。石を置くだけだと固定できないので、ある程度砂を入れる前に石を固めておかないといけません。なのでもう一回ゼロからやり直しです。ちょっと基本の砂を入れて、で、その後石を入れます。そして、もう少し基本の砂を足して、これで、溶岩石が固まるように、土台にこう、埋め込むようなイメージですね。これを最初に砂を入れてしまうと、固めるその深さまで、石を埋められないので、これも考えながら入れていきます。で、固めといて、で、高野の万年草をまた移植していきます。これも、二次系から新芽が出てますね。これはオオカサガゴケでした。そうですね。1本オオカサガゴケも使っています。で、レイアウトを考えながら、まず1投目。はい。入れました。で、次、2投目ですね。入れていきます。そして、オオカサゴケもイメージ通りのところに差し込んでいきます。これで、リメイク、1つ目が終わりました。ちょっと微調整しながら掃除したりして、はい、これでいい感じです。砂は、富士砂を使っています。これだと何年も持ちますね。続いて、普通の石に卵毛を着生させている石を使います。これはモビロンバンドで固定していたのを、外していますね。手術のようなイメージですが、一個一個外していきます。着生はしているんですけれども、やっぱりちょっとまだ仮根が花根が弱いので、ちょっと当たったりすると外れたりします。なので気をつけながら、今ちょっと危なかったですね。はい。このツルツルした石は花根があまり着生しづらいので時間がかかったりしますね。これはもう全体的に着生しているので、大丈夫です。慎重にモビロンバンドを解いていきます。先ほどと同じように砂を入れて、基本的に砂を入れて水で固めていきます。はい。でこういう木の棒を使ったりとかですね。出ましたね。本来はもうこれでやった方がいいですね、水は。この先の細い水差しがホームセンターとかで売ってるんですけども、めちゃめちゃ細い先の水差し使うとかなり細かく狙った場所に水を、まけるのでですね、かなり使いやすいです。はい、それではこちらもオリジナルの、ブレンドをした砂を基本の土の上に置いていきます。この砂は写真の見栄えがいいようにというか、緑にと映えるようにといろいろブレンドしてみました。今のところお気に入りですね。続いてオオカサゴケを花びらのようなイメージで岩の前に刺します。はい、その後にこれはヒノキゴケですね。ヒノキゴケもこのようにちっちゃい小瓶に1株ごとに、育成しているものがあるので、これを使っていきます。はい、茶色い部分はちょっとカットして、緑の部分ですねを残して差し込んでいきます。ヒノキゴケもコケテラリウムの中の環境が良ければ新芽を勢いよく出してくれるので、とてもおすすめのコケです。このように、両脇にヒノキゴケ、真ん中に小屋の万年草、手前にオオカサゴケですね。はい、それで岩に、着生させた卵毛というバランスの良い景色ができたかなと思っています。
はい、で2つ目完成です。続いてちょっとこの同じ形のボトルのサイズ、はい、これ卵系の溶岩石いっぱい着生させてます。だいぶ仕込んでますね。はい、でこれちっちゃいサイズのちょっとちっちゃめのサイズのボトルになります。形は同じなんですけどね。でこの水差しでこのようにチューッと水を入れて、まずは基本の砂を固めていきます。で、形のいい溶岩石を選んで真ん中に配置していきます。はい、そしてオリジナルブレンドの砂もその後に置いていきます。はい、このちっちゃいヘラみたいな金属の棒があるんですけど、これあるとかなり便利ですね。このように細かい作業をしたり、植え込みの時の押さえつける、作業に使えたりとか、かなりこれは一つあると便利ですね。一つ売ってないんでセットで買ってみると良いでしょう。はい、砂を入れたらまたちょっと水を入れて固めていきます。それで、また砂もちょっと押さえていきます。そして追加の砂ですね、入れていきます。この砂はですね、やっぱり入れるとこの世界観が明るくなっていいなと個人的には気に入っています。そして固めていきのゴーヤの万年草を植え替えていきます。ちょっと二次系がのみ単体で植えるようにしてますね。一次系残しててもいいんですけれども、ちょっと植え込みにくいので、二次系はカットしました。後で砂の下にこれも巻きよけしてですね、入れておきます。そしてゴーヤの万年草の後にヒノキゴケですね。ちょっと土がついてたりしたので洗ってきれいにして植え込んでいきます。はい、3つ目完成。はい、ゴーヤの万年草、これちょっとね新しい芽が徒長したのかとかの二次系の上からまた芽が出てるので、ちょっと長くなっちゃうなと思って途中でカットして植えました。カットした茎なんかも植えていきます。それでこのように3つ完了しまして、はい同時にやるとですね、パパーっと済みますね。はい、このような感じで、はい、同じレイアウトの作品3つと奥側ちょっと大きめの作品2つですね、それぞれ作ってみました。リメイクです。なかなかね新しい作品を作るっていう方は多いかと思うんですけども、過去に作ったものをリメイクしたりメンテナンスするっていうこういう作業もですね、コケテラリウム大事になってきますので、ちょっと作業風景を上から長回しみたいな感じでお伝えしました。